こんにちは、ひろじいです。今日もご視聴いただき、ありがとうございます。私は今、九十連山の登山口にある、蓼原湿原が見渡せるレストラン、レストハウス山並みの駐車場にいます。濃い緑の山の斜面には、芽吹き始めた若草色の木々や、淡いピンクの山桜が点々と彩っています。湿原のヨシも芽吹き始め、緑の草原に変わろうとしています。今回の旅模様は、これから夏に向かって、山登りや草原散策、星空鑑賞などにはうってつけの宿での宿泊模様になります。山並ハイウェイの長者原の交差点から、阿蘇方面へ5分も走らないところにあるこちらの宿は、もともとは会員制の共用別荘として建てられたもので、温泉付きの戸建て別荘タイプと、コンドミニアムタイプの宿泊施設があります。またこちらには、自然豊かな森の中の奥郷川の岸辺に佇む露天風呂があり、それを楽しみに訪れる人たちもいます。今回私が利用させていただいたのは、2階建てのコンドミニアムタイプの部屋になりますが、一人旅には、とても贅沢な空間での滞在となりました。スターダストビレッジ北昇は、長者原の山並ハイウェイ沿いの広大な別荘地の一角にあり、南に三俣山峰や硫黄山、北昇山などの九十連山が望める景観の良い宿です。ここでの宿泊は、到着したらまず駐車場に車を置いて、フロントのある管理棟に向かいます。管理棟には、フロントや売店、朝食のバイキング会場があります。ロビーは朝食のバイキング会場となっていますが、こちらの宿の食事の主体は部屋食なので、ここで選んで部屋に持ち帰ります。こちらの売店、スターマルシェでは、大分県内の作り手さんが作ったいろいろな商品や作品、酒屋が厳選した大分産ワインなどのほか、ソフトドリンクやカップ麺なども販売しています。それでは、フロントでチェックインし部屋に行きましょう。こちらで、緑茶や歯ブラシなどを取って部屋に持っていきます。タオル、バスタオル、インフォメーションブックはフロントで渡されます。宿泊棟へは、管理棟横の階段から向かいます。受付後、ここからそのまま部屋に向かうこともできますが、駐車場に戻り、荷物を持って部屋に行く方が大半のようです。私もバッグ一つなので、バッグを取ってから部屋に行きます。こちらのコンドミニアムは2階建てで、階段を挟んで4室の棟が6棟並び、全部で24室の客室があります。私の部屋は、一番奥の棟になります。部屋の紹介の前に、少し施設内を回ってみます。男女の大浴場や家族風呂は地下にあります。家族風呂は2カ所、フロントで申し込む予約制です。家族湯を挟んで左右に、女性大浴場と男性大浴場があります。清潔感のある脱衣室には、14の脱衣棚と4つの洗面器が埋め込まれたカウンターが備え付けとなっています。
浴室内はタイル張りで、大きな窓からは外の庭が見えます。立って使えるシャワーブースがあり、その横に4カ所の洗い場が並んでいます。泉質は弱酸性の単純温泉。ほのかに硫化水素の匂いが漂います。続いて露天風呂の方へ行ってみようと思います。こちらの露天風呂は立ち寄り湯としても利用できます。竹垣の中に入ると、そこからは林の中。ゆったりとした階段を下っていきます。耳に入ってくるのは、風のざわめきと小鳥のさえずり。土壁の門をくぐると、そこからは左右に分かれます。左へ行くと女湯、右へ行くと男湯になります。男湯には蛍の湯という名前がついています。下駄箱に履物を入れ、脱衣室に入ります。右側に3個の洗面器と1枚鏡の化粧台。左に進むと、脱衣棚と木製のベンチが相対して並んでいます。芽吹き始めた若葉に囲まれた露天風呂です。入るとすぐに掛け湯用の石桶があり、その先に洗い場のシャワーが並んでいます。苔むした大岩に囲まれた露天風呂はとても広く、その半分ほどに4本の柱で支えられた東屋が立っています。露天風呂の下には、奥郷川のせせらぎが風呂に寄り添うように流れています。この川には、蛍が飛び交うようで、その季節には幻想的な世界で風呂を楽しめそうです。温泉は底入れ式で、この辺りから出ています。そろそろ部屋に戻ることにしましょう。今回の私の仮の住まいは2階。こちらの部屋になります。玄関に入ると、センサーで勝手に電気がつきます。下駄箱からスリッパを出し、履いてきた靴をしまいます。敷地内の外履きも入っています。部屋に入りましょう。広々としたリビングダイニングに、オープンタイプのベッドルームです。ベッドルームの隣は、2色の琉球畳が敷かれた6畳の和室。座卓と座布団が4枚。押し入れの中には布団が2組。障子を閉めれば1つの部屋になります。
一人で過ごすには贅沢すぎる広さの部屋です。ミニキッチンがついています。持ち込んだお弁当なども温められます。卓上ヒーターもあるので、鍋もできます。ユニットバスがついています。フロントで受け取った以外に、バスタオルがあります。こちらは温泉ではなく、沸かし湯ですので、ミニキッチン脇の温水器のリモコンで湯をためます。バルコニーに出てみましょう。林の上に九十連山が一望できるマウンテンビューです。あと1ヶ月もしたら、眼下の林は緑に染まり、より美しい眺めになるでしょうね。敷地内のバーベキューエリアにやってきました。こちらで夕食として食べるものを買います。こちらの利用は予約制となっていて、宿泊予約時に夕食をバーベキューとして予約します。ファミリーで使える個室も2部屋あります。大きな部屋で、宿泊者同士でワイワイガヤガヤするのも楽しそうですね。こちらでの夕食は、肉類のバーベキューが主体ですが、サイドメニューも各種揃えています。今回の私のプランには、夕食がついていませんが、テイクアウトできるメニューも揃えているので、注文しておいて、夕食の時間に取りに来ようと思います。今夜の食事です。肉巻きおにぎりは、高速のサービスエリアで買ったものです。それではいただきます。ポテトサラダ、結構な量が入ってます。ポテトサラダは好きで、家でもよく作るのですが、使うじゃがいもや調理の仕方で、これほど味に個性が出るものはないですね。砂肝のポン酢和え、コリコリとした砂肝とあっさりポン酢がよく合います。宮崎県発祥のソウルフード、肉巻きおにぎり。これは大分道の山田サービスエリアで、
手に持って食べながら運転できると思って購入したのですが、結局食べずに持ってきました。レンジがあるので、こういったものも温められるので良いですね。鴨の炭火焼き。塩コショウで味付けされているのかそのまま食べても美味しいのですが、薬味としてついている大分特産の柚子胡椒をつけて食べると、柚子の香りと胡椒の辛みがプラスされて、一段と美味しくなります。テレビを見ながらゆっくり食べる一人の夕食、なかなか良いものです。ゆっくり食べたつもりですが、30分ほどで済みました。話し相手がいないと、やはり食べるのが早くなってしまうのですかね。ごちそうさまでした。ちなみに夕食付きプランには、バーベキューのプラン以外に、2名以上で頼める鴨鍋や、すき焼きのプランなどがあります。一人旅だと、和牛のハンバーグや、サーロインステーキのディナーセットなどがあります。お風呂タイムです。浴室内に漂うほのかな硫黄臭は、温泉気分を増してくれます。湯は温泉成分で少し白濁しています。宿泊者はかなりいたように思いますが、時間帯によっては大浴場独り占めです。就寝前に、夜の露天風呂に行ってみます。昼間とは違った趣の緩やかな階段です。夜10時過ぎ、昼間と違い誰も来ていないようです。掛け湯をして、湯船に向かいましょう。洗い場や東屋の下以外は、ほのかな明かりの中の世界。空を見上げれば、満天に輝く数多くの星たち。奥郷川のせせらぎも、優しいメロディーを奏でています。風が運んできた桜の花びらが、気持ちよさそうに漂っています。
6月になればホタルが飛び交い、より幻想的な世界となることでしょう。髪をしっかり乾かして、部屋に戻ることにしましょう。露天風呂に向かう歩道や、建物周囲以外は闇の世界、星たちだけが我が世ときらめいています。体も温まり、ゆっくり眠りにつけそうです。雲一つない爽やかな朝です。まもなく稜線をオレンジに染めて、太陽が顔を出します。露天風呂から湯気が立ち上り、あたかも雲海のようです。早朝の露天風呂に出かけます。日が昇るにつれ、林の中に立ち込める湯気が光彩となり、いろいろな輝きを見せてくれる早朝の露天風呂。最高でした。芽吹き始めたもみじやクヌギの木も、間もなく緑に染まり、新しい景色を見せてくれることでしょう。小鳥のさえずりを楽しみながら、部屋に戻ります。朝食の時間です。
朝食は20種類以上のおばんざいから好きなものを選ぶバイキング形式。9つに仕切られたおばんざいボックスに選んだものを取って部屋に持ち帰っていただきます。ご飯と味噌汁も蓋付き容器に取ります。持ち帰ったおばんざいです。いただきます。久しぶりの朝食バイキングですが、和食主体の惣菜が20種類以上は選べる喜びがあります。9つのマスに入れようと思えば、12、3種類は優に入るでしょうし、2人なら互いに違うものを入れて共有することもできます。並んでいたおばんざいは特別なものではなく、季節を感じるものや定番のものなど、どれも普通に家庭でも食べている料理。どの料理も温かな家庭を感じ取れるような味わいの品々です。ごちそうさまでした。小鳥のさえずり、風が吹き渡る木々のざわめき、小川のせせらぎ、そんな心休まる音に包まれる最高の露天風呂。そして、九重の山々に囲まれた風香る大地に佇むコンドミニアム。こんな自然いっぱいの中で、都会の雑踏を離れた休日を楽しんでみませんか？気になる宿泊代金は、至ってシンプルでリーズナブル。基本の素泊まり料金に食事代をプラスするだけ。これからの山々や草原が緑に包まれるシーズンや、秋の山々が赤や黄色に色づくシーズンの山歩きの拠点としてもおすすめです。今回も最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしています。それまでお元気で。さようなら。